来る前にいろんな人に聞かれたことについて答えていこうかなと思います。で、一番多かったのは、なんでこのコロナ禍にわざわざ海外に行くのっていう質問があったから、それについて話していこうかなと思います。で、この情報がね、もしその留学考えてるとかワーホリ考えてるとか、海外に移住しようか考えてるけどコロナ禍だしって悩んでる人がいたら、あくまで一例としてだけど、私たちの話が参考になればと。でもあんま話してもシリアスになりすぎちゃうから、ちょっとワインでも飲みながら。今回はこのワイン買ってみました。いつもスーパーで一番安いねワインを探して、安くてうまいワインを探してるんだけど、今回はスペイン産のワイン、でテンプラリーニョとカベルネ・ソービニョンっていう品種のブドウを使ったワインで、ミディアムボディらしい。でチーズとかチキンにも合うらしいから、今の食生活には合うかもしれないっていうワイン。いくらだっけ？これね、2.19 ユーロ。300円いかないぐらいか。でね、ちなみにこれさっき日本でいくらするのか調べたら1500円くらいした。だけ。じゃあいただきます。乾杯。飲みやすい。まろやか。ちょっと今床の上だからあぐら組んでるのバレちゃうけどワインでも飲みながらとか、のんびりしながら見てもらえれば。コロナ禍の海外って危なくないとか怖くないとか、なんで今行くのみたいなね、いろいろあったけど、まずはじゃあそもそもね、コロナ禍の海外って怖くないのについて。怖くないわけがないよねっていうのは正直なところ。怖いよねそりゃでもコロナ怖いは日本にいてもね、今だってすごい感染状況とか、感染者増えちゃったりしてるし、コロナ怖いはきっとみんな一緒で、それにさらに海外がついてくるからもっと怖いのイメージなのかなって。そこに関しては素直に怖い私よりも浩平の方が結構怖いっていう印象を持ってるイメージだけど、心配性だから私は結構あれやりたいこれやりたいってなるけど、結構心配してる中で、どうして海外に行くっていうのを決意した。どうして？やっぱでも日本でも怖かったから、そこはっていう意味では海外でもそもそも変わらないんじゃないかなっていうのが一つと、あとは一番大きいのは感染対策とかロックダウンとか行動がどんどん制限される中で、やっぱ今できる日常のことって本当その仕事したり近所のスーパー行ったり家で飲んだりとか、どうせその生活を強いられる期間なのであれば、そこをもうちょっとなんかキラキラした感じで過ごせるのって海外やっぱ行きたいよなが強かったかな。だから海外に行きたいっていうのは大前提としてもちろんあるだろうけど、コロナ禍でもそれが変わらなかったっていうのが一番でかいかな。未来どうだった？私は、コロナ禍でなんで海外行くのっていうふうに思われてても、怖いとか不安とかよりもやっぱりやってみたいことはまだたくさんあるし、何年続くか分かんないコロナ禍のためにそれを諦めて
後で落ち着いてきた時にやっぱりあの時やっとけばよかったっうんて後悔する方がもっと後悔するなって思ったから、やらない後悔よりやる後悔って感じでもう行こうって決めた。まあ、シンプルに言うと理由はそんな感じだよね。年齢的にもそんな何回も何回もワーホリに行けるわけじゃなかったからだしね、金銭的にもそうだったしっていうので、ただ待ってる間にワーホリ使えなくなっちゃうとか、待ってる間に時間とお金が減ってくっていう状態はできるだけやっぱ避けたくてっていうのがまあ後押しした要因の一つ。多分やらなかった後悔じゃないけど、どんどんやっぱ大きくなっていくし、で実際ね自分たちもそのやってみたいを隠すためじゃないけど気を紛らわすために、あとはまあ興味があったのはもちろんだけどオリンピックやったりとか、オリンピックのスタッフやったりっていうのでトライはしたけど、一応ちゃんと国内でね生活をするってこともトライ検討はしたもんね。前の動画でちょっと話したりはしたけど、それでね急に北海道行くとか言い始めたりそうやったけど、でもやっぱやりたいって思っちゃったものがどうしても消えないたちだったのは、まあ、心配性だろうがそうじゃなかろうが、やっぱりそういう海外好きっていう願望はどうしてもあったから、そうだね、それがやっぱ一番でかいのかな。そもそもなんでコロナ禍の海外ってやっぱ怖いっていうイメージが湧くかって、きっとだけど想像するのは海外の医療機関にかかるとか、そういうのがよりその怖いイメージとか隔離生活とかね、まあ言語が通じない不安もあるだろうし、日本と比較した医療体制とか日本より雑な扱いされるんじゃないかとか、あとは費用だよね。日本で保険にかかるよりも莫大なお金がかかっちゃうんじゃないかっていうのがやっぱ不安の要素じゃないかな。まあ、もちろんその深刻な状態、その手術しなきゃとか、すぐにその ICU に行かないとっていうような、まあ、症状になるっていうのがコロナのちょっと怖いところではあるけど、ただ海外の病院は一回俺オーストラリアでインフルかかって行ってるから、海外の病院っていうのはそこまで怖いというかはなくて、そう一回オーストラリアの時に熱出て会社にも行けないし、ちょっとこれやばいなと思って、で会社にちょっと休む、体調悪いって言って、まあ、病院行っときなよって言われて、病院行こうにもどこに病院あるのか知らないし、で一応保険会社に電話して、どこだったらそのキャッシュレスじゃないけどそういうのってできるのって聞いたら病院を紹介されて、でその病院予約して行って、で行ったら多分40度近かったんだよね、39度とか。でも普通に電車で行って、やっぱ知らないってすごいある程度の熱を超えると多分肺になってて、でマスクなんか持ってってないし、その時コロナじゃなかったから、オーストラリアのもちろんお医者さんで普通に症状を見てとか喉を見てとか、でなんか日本の保険会社のやつだったから、その通訳対応してる病院っていうのもあって、通訳つけるかどうかって言われて、通訳つけたら、まあ本当その人が日本語に訳してくれてとか、自分の症状のニュアンスとかそう伝えるのにって思ったけど、結局通訳さん使わないでなんだかんだこう話してできるぐらいの内容だったから、通訳さん途中でこう出てっちゃったりはしたけどそういやだったら普通にその看護師もやるような人だったからとか、事務やるような人だったからすぐ出てっちゃってっていうのあったけど、まあ一回経験してるのはでかいかも。行きたいって思って不安材料がもしあるのであれば、ちゃんとそれを一個ずつ自分の中で潰していけば、少しずつ自分も安心だし、周りのね、その場合によっては親御さんとか友達とかがこう心配してくれるのを自分の中でもこうしっかり潰していけるんじゃないかなって
そこがなんかとりあえず保険に入っといたらとかっていう考えじゃなくて、ちゃんとどうやって使うのかまで調べておくっていうのは、そうだね。そう自分の中で安心が持てるまでちゃんと調べるっていうのは一つ手かもしれない。そうだね。あとあれだね、一つだけその海外に行く人にアドバイスがあるとすれば、旅レジっていうサービスがあって、メルマガみたいなやつなんだけど、でそのメルマガに自分がいつからどこの国に滞在しますっていうのを、在留届の一歩手前みたいな、いつからこう行きますっていう情報を入れておくと、例えばその日本に帰国する時の情報を、水際対策の情報を外務省がメールで送ってきてくれたりとか、あとは現地の大使館がここでデモがありますよとか、大規模なデモがあるので何時から何時は近づかないように気をつけてくださいとかっていう現地大使館からの情報が入ってきたりとか、これは結構日本語でもらえたりするから、それは登録しておくと、このコロナ禍は特に便利かもしれない。ちなみに外務省海外旅行登録旅レジっていうサービスそう全然ネットで簡単にできるし、これはやっておくと情報を集める意味でも、あとはあれだね、動画作るともしかしたらいいかもしれないね。コロナ海外いつ行けるとか、コロナ海外行ける国とかは調べると、最近はねいろんな情報がこう出てきて、エージェントとかが出してくれてたりとか、いろんな情報が出てくるようになってきたけど、行った後の生活がどうなるかとかは、もしかしたら知らない人とか不安に思ってる人、ましてロックダウンやってるとかね、こうオランダみたいに、っていうのはもしかしたら不安かもしれないから、なんかそれについて話すことができれば、それやろうか。じゃあ次回のネタできました。じゃあ次回はそれについて話しましょう。じゃあそんな感じで、またはい、またバイバイ。